どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。緊急でございます。Apple 製品が来ましたね。これ楽天リーベイツでポイント還元がですね、来ました。Mac が 6%、その他 3% という感じでございますね。あれ、ページが。はい、お得なキャンペーンというところで、6% は僕あんま見たことないですね。5% ぐらいは結構あるんですけど、たまに。で、普段がだいたい 1% 還元なので、このポイントがですね、戻ってきます。Mac が 6%。で、他の製品も 3% になってるので、結構高いですね。対象外一応ね、対象外の製品はございます。iPhone 15、プロモデルとか、Vision Pro とかね、これ売られてないけど、Apple Care とかは対象外にはなるんですけども、なんでほとんどね、対象になります。なので、例えば、教職員ストアとかね、整備済み品とかのストアもこれ全部対象になります。なんで学生の方とかかなりお得なのかなと思いますね。これね、なかなかないっすよ。で、初回ね、これ紹介リンク載せておきますので、初回購入の方ですね、500ポイント。で、紹介リンクご利用で100ポイント。600ポイントもらえるのかな、多分500ポイントはもらえるはず。ただ一応3000円以上ですね、税抜きでお買い物が必要になるので、そこは注意なんですけども、これね、なかなかすごいですよ。それゴールデンウィークっていうところでですね、多分7日ぐらいまでなんじゃないかなと思います。書いてあるんで。あとなので、ユニクロとかですね、ダイソンとか、あとは、なんだこのうさぎ。こうですね、いろんなストアが、有名ストアね、ほとんどありますので、旅行系とかでトリップアドバイザー 10% とかえぐいですけどね。アディダスもね、今 9.5% になってます。たまにナイキとかあるんですけどね。はい。ここら辺もね、めちゃめちゃ普通におすすめな。この楽天リーベイツは楽天が運営するポイントバックサービスっていうものでございまして、一応説明しておくと、普通に、いわゆるさっきみたいな Apple ストアですね。この楽天リーベイツを経由すると、今回 6% なんですけど、こういう感じでですね、ポイントバックってなって、で、ストアに進んでもらうとですね、普通に公式ストアに飛ぶんですよね。やることは正直これだけで、楽天の ID ね、もし持ってれば、もう一瞬ですぐ登録できるんで、めちゃおすすめでございます。はい。ぜひね、チェックしてもらいたいと思います。Apple イベントもね、5月7日、午後11時から、おそらく iPad が出ますので、この辺もね、動画ではお話ししてます。ちょうど話しますね。はい。で、あとですね、この Amazon で、今ゴールデンウィーク中ですね、Apple 製品のね、タイムセールが、これ突然ね、行われております。AirPods からですね、AirPods Pro はあんのかな、今。Apple Watch とかかなりありますね。で、iPad とかも、出るんですけど、ミニとかはね、おそらく出ないと思うんで、このセールしてるやつは多分大丈夫だと思うんですけど、出たらごめんなさいって感じなんだけど。そんな変わんないと思うんで、あとiMac とかも出てますね。で、ここら辺ね、動画もそうなんですけど、この Amazon フロントというところでまとめております。もう MacBook とかはね、もうすでに一部なくなっちゃってるんですけども、ペンシルとかかな。はい。昨日紹介したこのソニーのやつとかもそうですけど、おすすめの商品をまとめておりますので、これ多分2、3分ぐらいでね、これ多分探すと結構時間かかると思うんで、おすすめのやつはまとめてますので、動画でもこの突然セールってやつでまとめてあるので、チェックしてもらえばなと思います。種類がありすぎて逆に選びづらいんじゃないかなっていう気はしますね。シリーズ、今9がね、最新なんですけども、かなりセールになってます。8、9とね。そんなに変わんないので、そこにも詳しくね、お話ししてますので、チェックしてもらえば、概要欄貼っておきますので、でですね、ゴールデンウィーク明けにこの Apple イベントをですね、Apple の発表会がですね、5月7日で珍しく午後11時というね、ありがたい。大体いつもね、午前2時とかなんですけども、おそらく中国市場とかに時間を合わせたって言われております。なので今、iPad に関してはですね、ちょっと iPad 見ますね。今回は、この iPad Pro とかと iPad、これは多分出ないと思いますね。iPad この10世代は、今回は出ない、11は。なので、この iPad Pro と iPad Air かな。ここに関しては、今買わない方がいいと思います。出ると思うんで、もう、5月7日にね、発表されると思うので、ここはさすがにもう出ると思いますね。1年半出てないので。で、この iPad10 世代とか、9世代、iPad mini に関しては、今、セールもしてるんですけど、特に iPad mini に関しては、そんなに変わんないと思いますし、おそらく出ないと思います。ここら辺は買ってもいいかなと思いますね。なんで、プロとエアーは、もちろん還元はね、今回あるんですけども、今やめた方がいいと思います。ゴールデンウィーク明けに泣くことになると思うんで、ペンシルに関しても新しいのがおそらく出ると思うので、USB-C
この第2世代のやつに関しては、今先ほどセールもしてるんですけども、ここもおそらくやめた方がいいかなと思います。USB-C とかこっちのね安いタイプは別に買ってもいいと思うんですけども、これ最近10月ぐらいかな出たばっかりなんでっていう感じかな。 iPad に関してはでございます。で iPhone ですねに関しましては、今回プロモデルは対象外にはなりますが、15ですね。この iPhone15 に関しては、僕結構おすすめでございます、正直。で 3% 還元になるので、3000ポイントぐらいは来るのかな。もちろんこの月払いというか、なんていうか分割払いみたいなのも全部対象になりますので、ポイントのハイライトを見るか、レビューはしてるんですけども、サクッと解説すると、このダイナミックアイランドっていうのが入りました。今回15から iPhone14 Pro と同じ感じかな。でカメラも48メガピクセルですね。4800万画素になって、で望遠がね使えるようになったんですよ。2倍のちょっと遠くのものをねズームして映せるみたいなのが光学ズーム入ってます。で今回カラーインフューズドガラスっていう、もうこのガラス自体に色がついてるものになってますね。意外とね高級感あります今回なんで。はい。でUSB-C になりましたね。ある意味ここが一番大きいかもしれないですね。で軽くてプロモデルより使いやすいかなっていうところはあります。僕が使ってるのはこのブルーなんですけども、割と薄っぽい感じかな。全体的にで、一応プラスモデルもありますけど、プラスは画面が大きくてバッテリー持ちがいいっていうところですかね。他はね全部一緒です。別にカメラとかも全然変わらないですね。はい。でこのダイナミックアイランドね、地味だけど便利です。なんだかんだ音楽聴いてる時とかかなとか、通知がねさりげなく出してくれるんですよ。これがいいのっていうのと、ライブアクティビティっていう、UberEats これ来てますよとか、使えたりですね。電話とかタイマーとかがリアルタイムで見れます。今までね多分通知が来ると全部画面が塞がっちゃってたと思うんですけど、そこら辺はすごいですね。で画面が明るくなったんですよね。これねかなり見やすくなりました本当に。14 Pro と同じような画面が入ってますので、はい。スタンバイモードも一応使えるけどね、常時表示ってずっと画面を表示しておく機能はないので、30秒ぐらいすると消えちゃいます。はい。カラーインフューズドガラス結構ねいいですけどね、僕このデザイン的には最近で一番好きかもしれない。少し丸くなりました。なんでカメラに関してはそんなに解像度は上がったんですけど、別に目で見て分かるかっていうと分かんないです正直。っていうかね、早くレビューしないといけないんだけど、ただこの2倍望遠がねいいです。今までこのプロモデルにしかズームできなかったんですけど、ズームはできるんだけど、この綺麗な光学ズームっていうのはできなかったんですよね。なので少しこのね被写体に少し寄るようなズームが綺麗なね画質で撮れるので、光学ズームできるんで、1倍は今までと一緒ですね。で 0.5 倍の超広角っていうのは今まで同様にできます。ポートレートとかね結構綺麗ですね。まだまだこの怪しいところはあるんだけど正直ね、そんなもんかな。2倍望遠が個人的には一番なんか便利かなって思いました。割とね変わります印象がはい。でバッテリー持ちに関しては15 Pro とね正直そんなに変わんないですね。画面のこのリフレッシュレートっていうのが、15の方が少し落ちるんですけども、その分ね結局あんまり変わんないっていう15 Pro と。で A16 バイオニックチップが入ってるんで、もう性能は十分ですね正直。14 Pro と一緒です。中身は USB-C ね、みんな嬉しい USB-C 今更なんですけどこれはでもねいろんな意味で便利ではある。緊急事態とかは前からついてるのでいいやっていう感じかな。おすすめですね正直ね。16もそんなにもう変わんないと思うんで、プロもいいんですけどね、ただ個人的には15って全然いいかなって思います。どっちも使ってみて。あと今回やっぱ Mac ですねが 6% 還元来てますので、なかなかよ本当に 6% 還元で結構でかいぞ普通に考えて。M2 で今ですね、MacBook に関してはすごい左に寄ってるんだけど、これ MacBook Air がですね M3 チップっていうのが最近出ました。6月じゃない3月かとかに出ましたね。で今 M2 と M3 っていうものがあります。で MacBook Pro がですね14インチと16インチ、こっちもなんで M3、M3 Pro、M3 Max っていう感じで、3種類ねございます。で大きさが13、15って感じかな。さっきの iPhone みたいな感じでプラスモデルみたいなのがそれぞれあります。基本的に中身は一緒。それぞれチップの性能とかが違うかな。あとポートというかこの SD カードスロットとかいろいろ接続端子がね違うんですけども、 M2、M3、14インチでしょうか。で比較に関してね動画で全部話してるんで、もう全部話してると2時間ぐらいになっちゃうんであれなんであれですけど、ざっくり言うとこの基本はこの M2 の MacBook Air で僕はいいかなと思ってます。性能的に十分ですし個体もね
これ大体5年ぶりぐらいに新しくなったので、M3 のモデルは基本的に中身のチップが変わっただけです。なんで外観とかは全部一緒。プロモデルはまた少し違います。微妙に。M3 チップね。これは M3 です。M3 Pro とかもあるんですけど、はい。まあ、この辺はね、そんなに変わんない。バッテリー持ちは M3 Pro が14インチの MacBook Pro の M3 のモデルが、まあ、一番いいかなと思いますが、M2 でもそもそもいいんで、まあ、ディスプレイがね、一応14.2インチか。結構まあいいんですけど、ディスプレイはね、プロモデルがいいです。ただその分結構重いです。 1.5 キロぐらいあるんで、300グラムぐらい違うんで、割と違いは感じますね。あと厚さとかも全然違う。でスピーカーはやっぱりね、このプロモデルがいいですね。まあ画面とかスピーカーとかキーボードもまあ少しいいかなっていう、なんか奥行きがある感じ。ポートとかもね、全然まあプロは結構ありますね。そんなもんか。すごいざっくりした説明なんだけど、まあこのストアっていうところにページがあるので、これ結構わかりやすいんですよね。ここの本当に Apple ストアのオンラインバージョンみたいなんで、こういうので見てもらうとかなりですね、わかりやすいのかなと思います。これはさっき言った M2、M3 とプロモデルですね。14、16、まあ、M3、M3 Pro、M3 Max っていう感じであります。まあ一応あと iMac とか、iMac もね、新しく出ました、M3 が。で、Mac mini はなんかね、そろそろ出そうな気がするんで、まあどうなのかなっていう。まあ M2 でも全然いいんですけど、M3 が出るの、なんか出そうな気がします。6月ぐらいに。まあここら辺もね、多分出る気がしますね。まだ M3 Pro とかになってないんで、スタジオディスプレイも確か対象ですよね。プロディスプレイ XDR は対象外かな。まあ、これも多分新しくもうそろそろ出そうな気なので、まあ、これも見てもらえばいいかなと思いますね。iPhone とかもね、Apple Watch もそう対象だね。よく考えたら。はい。なので、まあ、今セールしてるんで、もしかしたら Amazon の方が安いかもしれないですけど、アクセサリー類とかもね、まあ、ものによってやっぱ、ここら辺は Amazon が安かったりするんですけど、はい。まあ、動画で紹介してますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、なんでこのリーベイツ経由で買っていただくといいのかなと思います。6% 還元、3% 還元ね、なるので、まあ、もしかしたらまた値上げもね、わかんないんでね、今、円安が、まあ、日銀が少し介入したみたいですけど、またこうまあ、どうせ160円ぐらいになりそうなんで、怖いなっていうところはあるんでね、ぜひチェックしてみてください。概要欄に貼っております。まあ、なので、普段は Apple 製品のレビューとかですね、まあ、iPad どうなるのかみたいなところはここで解説したりとか、今、セールに関してお話ししたように、これで全部おすすめね、動画で見たいっていう方はこれでチェックしてみてください。で、iPhone のこの選び方で、これ結構ね、質問に答えて意外と好評でした。で、MacBook M3 のモデルもレビューしております。iPhone15 とかはね、アクセサリー類とかも全部レビューしてるので、確か再生リストにあると思うんで、見てみてください。まあ、コミュニティ欄であとね、いろいろ副情報みたいなのを発信してますので、で、昨日、これソニーさんからお借りしたヘッドホン。これ結構良かったです、正直。ね、ぜひチェックしてみてください。で、これね、紹介するの忘れてたんだけど、ソニーストアもね、一応ポイントバックに対象だったんですよね。忘れてました、これ紹介するの。はい。これも一応概要欄に貼っておきます。1%。保証とかはね、すごいいいんですよね。ソニーストアで買った方が。値段も今そんなに Amazon でも変わんなかったので、はい、チェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良いゴールデンウィークをお過ごしください。じゃあ、またねー。高評価とチャンネル登録お願いします。忘れてた。はい。すごいね。還元。なかなかないよ。6% なんて。あんまり僕も聞いたことないですね。すげえよ。これは Mac はすごい。